南三陸町の方でたくさんの方がもちろん亡くなって、それを伝えなきゃいけないっていう気持ちもあったんですけど、あんまり自分の父親が亡くなったっていうのを伝えるのってどうなのかなって思ってきて、ちょっと自分とその葛藤があって、いろんな人にこの震災がすごく辛いもので、皆さんいろんなね、何千人何万人っていう方が亡くなって、皆さんね心が本当にあの日から止まったままの方がたくさんいる。それを伝えなきゃいけないっていうのは自分の中では分かってるんだけど、なんでだろう、やめようって思ったんですよね。だからそこにこういう理由でっていうのって正直なくて、ただ自分の気持ちの中であんまり自分の父親が亡くなったんです、悲劇のヒロインじゃないんですけど、そういうふうに思う方も多分いるんですね。だからあんまりメディアに出てこういう思いをして今私生活してるんですっていうのを言うのもちょっとどうなのかなって思って、それ断ってきたんですよね。仮設を支援してて、地域の住民が「羽さん来てくれてよかった」とか「いやどうもね今日もね訪問に来てくれて」っていうその「ありがとう」っていう言葉を聞いて、この仕事をしててよかったなって思えたんですよね。最初はそこまでねこんな長くいると正直思ってなかったので、どうしようかなって考えながら仕事をしてて、地に足が、ついてないっていうような。でもやっぱり毎日住民と関わって寄り添ってってなった時に、この仕事ってすごくいい仕事だなって思えたんですよね。だから父親だけじゃなくて、その自分が携わってきたご縁でねつながってきたその住民っていう存在も私にとっては大きくて、私がしてる仕事って直接的に何かをしてあげたからっていうのってない、目に見えないものなんですよね。でただ話を聞いてあげただけなのに、その救われたって言われた時になんていい仕事なんだろうって思えた。南三陸町って言ったら海、正直憎い海でもあるし、なんだろう、自然災害だからどうしようもなくて、すごく海を憎むこともあったけど、でも南三陸町って言ったらやっぱ海。で私は今でもこの南三陸町の海が好きです。多分それは時間ですかね。最初はすごく憎かったけど、こんな津波さえなければ、私だけじゃなくてその町民の皆さんが海を見るのも嫌だと、でもどっからでも見えるんですよね、でもやっぱり私が生まれて育ってきたこの南三陸町の中に海って切っても切り離せないんですよね。でもやっぱり南三陸町って海だよねって、なんか思えるようになりました。海の幸だったり、っていうのってやっぱり海から取れるものなので、やっぱり海好きなんだなって、思いますね今は。実際にその震災にもちろん会った人じゃないと分かんないことももちろんあります。そうではないその外部のね、きっと何かを感じたいと思って皆さんこちらに来たんだと思うんです。帰って伝えて、東日本大震災風化させないように、していきたいなと思ってるので、ぜひどうしようって考えてる方とかいたら、実際に被災地に、来てほしいなって思います。で結構やっぱメディアに映るのっていいところしか映らない、復興してますよっていうような、ところしか映らないのが多いので、やっぱり自分の目で見て感じて、それをこういう震災だったんだ、ここまで津波が来たんだっ
っていうのをやっぱ自分の目で見てほしいなって、思います。それだけです。はい。